君のデザイン全部かっこいいの。今回ね、カッチョ悪いのよ、カッチョ悪いの。白熊の着ぐるみを着た大きなおっさん。今まで格ゲーやってなかったんですけどっていう子らにやらしたい。じゃあ、インド人麦わら帽子かぶって手が伸びることにするか。大事なのは楽しいことや。この手のプロジェクトはしっくりいくのが大事なの。と私も思います。はい。しっくりいかへんところはカットしていく。で、下村なんだけど、下村はね、多分死んだんだと思う。連絡返ってこないから。ちょっと。お姉さん。連絡返ってこないから。ちなみに飲み会の時に「岡本さん、私ねバーキン欲しいんですよ、バーキン」って言うからバーキン送ったんやけど「本当にいいですか、ここされたす」って、それから連絡ないです。バーキン持って今練り歩いてますよ、街を。バーキンもらったらスケジュール調整しますって言ったのに、ほんまに届くと思ってなかったらしくて喜んだだけでスケジュールは調整してくれへんから。でももうちょっと後からのスケジュールなんだろうなと思ってるね。もうちょっとこう決まってからなんちゃうかなというイメージなんだよ。で、キャラクターデザインのことでちょっと、企画にもキャラデにもちょっと僕の気持ちをちょっと伝えてみたくて、パロディーっていうのはちょっと、ね、面白おかしいのでいきたいなと思ってて、絵柄もちょっとね、風間君の上げてくるのは僕はしっくりきてなくて、今気持ちの中で言うと、スマートなのよ、全部がかっこいいのよね。君のデザイン全部かっこいいのよ。今回ね、かっちょ悪いのよ、かっちょ悪いの。なるほどなるほど。君の最も苦手とするところでいきたいの。いやいやいや、そんなことないですよ。私も本当にドストレートなのをとりあえず投げてみようと思ってるんですよ。なるほどなるほど。まずね、どこの代表ですかみたいなやつがあるわけ。一人は北極代表、ガンリエフの枠で白熊の着ぐるみを着た大きなおっさん。いいですね。白熊のこういうの着てるんやけど、顔を出してんねん。この首のところから顔が出てるの、着ぐるみから。熊のふりしてんだけど、なんかふーって立ち上がったら顔がついてる。2P から普通の熊じゃないですか。で、その熊をイメージしてくれたら、あとはほら大体そんな感じの崩し方みたいな。スクリューパイルドライバーを打ちます、熊が。イメージですよ。技は一緒。技は一緒。どうするキャサラおっさんやったら。やだ。それも面白いですけどね、でもね。お前そんな体でスクリューパイルドライバーやったんかいみたいな。で、今はその絵面全体を考えてて、今時やから綺麗にせなあかんって説もあれば、今時やからこそ昔のテイストぐらいのでええんじゃんって説もあるやない。ありますね。なんかアニメみたいな塗り方のフルポリもあるなと思ってて、二度書きするやつ、輪郭線で、あれなら面白おかしいデザイン、デフォルメされたデザインでもいけるのかなと思って。3D でモーションを再生するからヌルヌルするってみんな言うじゃないですか。ヌルって。あれなんていうかな、当たりも分かりづらいし技も分かりづらいし、なんかそこをこう 2D っぽくできないもんかな。パターン飛ばせば大丈夫だよ。いや、なんでだから例えばキーフレームだけを再生するみたいな。そう。最初から僕そのつもり。じゃあもう、もういい。完全にスト2みたいにフレームで分けた技のパターンでいこうと思って、こんなポーズまでビーッと後ろやられて飛んでいこうと思って。はっきりするやんだって、ここからピッと手が出てるから。で、ユーザーがね、どれを求めてるのかね、昔のメンバーが集まって最新式のものを作るのか、スーパーストリートファイター 2X みたいなものを作ってほしいのかっていうところがわからないんですよ。で、技が全く一緒やったら、今更キャラ変えただけで何してくれんねんって言われるやろうし、俺たちはスーパーストリートファイター 2X のダッシュを作るくらいの気持ちがいいのかなと思ったりはする。いつの時代も言われてると言えば言われてるんですけど、やっぱり
あんまりみんな複雑なことしたくないって言うんですよね。昔は卒ぐらいの時のシンプルなシステムが良いとみんな言うんですよ。言うてくれるな、俺らにはな。はい。おおむねそれは同意ですね。はい。ただね、やっぱりこう企画の差がとして何か入れたくなるというのもあるんですね。でそれがだんだんこう複雑なゲームになってて、それはそれで面白いという人ももちろんいるんでしょうけど、やっぱり嫌だなって人もいるっていうのは事実ですね。はい。狙ってるマーケットが昔の、ストリートファイター2が好きだった人っていうのはもちろん狙ってるよ、俺らがやるんやから。だけど小中高を狙いたい。だから今まで格ゲーやってなかったんですけどっていう子らにやらしたい。昔からやってるっていうやつらが入ってくるのはちょっと遅れるぐらい。アンテナ張ってる子らがめっちゃおもろいゲームあるねみたいな。じゃあ派手さとかもやっぱ必要ですね。そうなると技の派手さとか。面白おか何でも面白おかしくいきたい。なんで、だからゲーム的表現を突き詰める方がいいですよねみたいな。アニメ的な表現の方がいいか。あとは日本代表で青いタイツで太ったおっさんでポケットが凶器出してたの。やばいっすよね。黒いポケットの凶器。でピンク色のなんかドア出して移動するんですね。そうパッと移動、パッドアからパッと移動する。ブン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 。あと頭にこうなんかでプルルと回しながらブワーッと。うらい。うらい。なんかいろんな人たちがへんてこな能力を持っててもおかしくないような設定があるとなんか都合がいいんですけどね。そうですね。手が伸びる人みたいなの、なんとかの実みたいのがあるとか。ああ、なるほど。はい。X メンあったじゃないですか。そうだからミュータントだったら X ジーン何でもありになりますよね。原子があれば誰でも X メンになる可能性があるみたいな。なんか面白い設定あればいいですね。これに関しては。その1860年ぐらいの本当に全世界のそのコスチュームの設定とかに仮にすれば侍とか、花魁とか出せる。いいですね。なら西部劇のガンマンも出せるし。じゃああれですね、スト2の世界がそれぐらいの年代だったらどうなってたかっていうのを考えるとかも面白いですね。遡ってその時代背景、ご先祖様たちが、はい、ご先祖様たちがどんなだったかっていうのがザンギエフはクマだ。あいつの先祖クマやったぞっつって。クマでした。白クマでした。ひどいな。クマなんだけど頭の上のとここうモヒカンになって。かわいい。お前のクマモヒカンになっとるやないか。かわいいですね。それ採用ですね、間違いなくね。中国人の姉ちゃんでもこれいるよね、多分。それですよね。どこまでそれやっちゃっていいのかって本当に私悩んでて。ここはいると。ここは。この団子はいると。これは外せないと。あと美形である必要があるやろな。そこだけ。いやでもこれぐらいのレベルで気がするな。そのジャンプのみたいなのはいいと思うんだ。子供の好きなと。そうですね。ばっかだなこいつらのやってることみたいな。そのアニメ的な部分とか、そのデザインにもね、やっぱり反映したいですね。じゃあインド人麦わら帽子かぶって手が伸びることにするか。そこもパロっちゃうんすか。だって元ネタこっちやろって言わないと。全部その路線で行くのか、そうですね、なんか2キャラそういう風にするのかっていうのも。行くなら全部行く。行くなら全部そうだよ。行くなら全部、行くなら全部。青江も、そうやな。青江もちょっと無理やろな。きつそうですね。ノリマロポジション。まあなんかそれに近しいキャラは作れそうですけど、って感じですね。ちょっとそういう方向性でデザインしてもらおうかな、一回。ポケットから何か出すとこだけ残してくださいよ。わかりました。
ポケットはつけ青て右衛門じゃないの。青右衛門なし。僕は青右衛門だった。子供らがギャーギャー騒ぐのがいいなと思ってて、話題になるのにうんうんうんもこの結構はい。はい。あ、ごめんなさい。結構そのスト2に縛られなくてもいいっていうことでしょうかね、それは。だから必殺技のとこだけ残す感じ。はい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 。なるほど。デザインに関しては、まああとボンボンですね。一回縛られないでいってそこに縛られに戻ってくるみたいな戻ってくる。なるほどなるほど。のが良いんじゃないのかななんて思なんかね、大阪の文化はダサいのかっこいいのよね。はいはい。ダサかっこいい。ダサかっこいい。人にありますバカにされてるのはかっこいいの。アホやなーって最高の褒め言葉なの。勉強していきます。大阪修行に。大阪に吉本劇場に。どっかいいのないですかね。ボスはこんなボスだ。ボスか。青右衛門がボスは嫌やろ。青右衛門はヒロインとボスはダメです。バルログは忍者って設定ある。まあ、忍者みたいなもん。はい。みたいなもん。スペイン忍者って呼ばれてますよね。そうですね。はい。忍者って言われてるのやっぱり。忍者なら日本がいいよね。それか、そのマヌキャラ勘違いの忍者がいいですかね。ああ、なるほど。だから昔の子供的な。昔のハリウッドの映画とかってこう忍者バカにしまくってたよね。キルビルみたいな感じですよね、ちょっとね。あんなのが黒のタイツにね。タイツシリーズやばいですね。もう面白くなって言ってるだけじゃないですか、岡本さん。う。だっていつ来るかもうちょっと期待してますもん、今。どのタイミングで来るんやろう。ちゃんとした忍者の格好をするとスト3みたいになってまうやん。今回これ手に武器は持たす持たさない。ああ、それも気になってました。武器大丈夫なのかなとか。あってもなくてもいいってことだよね、今の反応は。人によっては、まあ、ストアはそうやったもんな、ストア持ってるやつおったもんな、手に。あ、いますね。なるほど。ソドムとかも持ってますもんね、実って。ああ、そうやな。違いやろあれも勘違い侍ですよね。そうだね、完全に勘違い侍だよね。ここに書いてある漢字間違えてるんですよ、やつは。あれそうだっけ。ピって書いてるんだけど、あれわざと間違えてるの。はい。はい。はい、デザインじゃなくって。安尾さんが間違えた感じだって言ってました。まあ、でもこんなのぐちゃぐちゃ話してたらなんか12体なんとかできそうやな。ただ半分以上はタイツやなこれ。ちょっと今なんとなく分かったのはタイツっぽい。岡本さん、全員タイツです。デザイン、統一性という意味では素晴らしいですね。素晴らしいです。白熊タイツちゃう。白熊タイツちゃう。振り切っちゃってますからね、タイツに。まとまったんだかまとまってないんだか分かんない話でした。大事なのは楽しいことや。間違いないです。相撲ポジションがないな、そういえば。相撲が一番難しい。ねえ。あそこの枠が。難しい。タイツ履かせられない。タイツなんだけど、回しつけてる細いやつどうですか。結構キャラ主体な部分ありますもんね。ある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 。そうなんですよね。もう笑いを本当に取りに行くのか。いやもう小学生が笑うような笑い取りに行った方がいいよ。なんかちょっといろいろ話が出て、なんかいろいろかえって広がってきましたね。散らかったとも言いますよね。でもまあ、凝り固まるよりいいよ。まあそうですね。そうですね。いろんな方向性が。まあ、分かったのが結構自由なんだなっていうのが分かりました。12だから全員干支にする？ああ、でもそれはちょっと思ったんですよね。ああ、なるほど。12星座とか、なんか、干支とか、面白いなと思って。あ、12星座ええかもしれんな。そういうモチーフあるのはすごいなんか楽というか。中国に売るならね、干支でええやろうけどな。龍さんだったら龍いますもんね、干支で。あ、いけるいけるいけるね。いけますね。あれ、でもなんか中国の干支ってちょっと違うんじゃなかったでしたっけ？
いや、一緒ですね、確か。一緒ですか？はい。星座は違いますけど。イノシシがなくて豚になってるだけ。ああ、なるほど。あ、なんだ。豚。ああ。オーストラリアの絵と違うな。襟巻きトカゲとか入るから。本当ですか？多少嘘は入ってるわな、今。まあでも今日楽しかったからいいや。まあそんな感じで皆さん今日楽しくやらせてもらいました。今日のメインはどのくらいまでやれるのかみたいなところのそのこう距離感みたいな幅みたいなのがちょっと分かってもらえればよかったなっていうのが一つと、あとはまあみんながどんな契約で進みたいのかみたいなところが聞きたかったんですよ。はい。全員あれしようぜ。ヒット作出してこれヒットさせて一丁上がりしようぜ。一丁上がり。そんなので、今日はお開きにしたいと思ってます。皆さん。かしこまりました。ありがとうございました。今日もありがとうございました。バイバイ。お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様です。